はい、はい、今日は冬キャンプの防寒対策設営動画、寒さ対策をするためにどういう風に設営しているかっていうのをちょっとご紹介します。それの後に冬キャンプのなんかグッズというか必需品紹介、ちなみに今日は5度ぐらいなのかな、4度とか。いや、それ日中だもんね。今現時点では多分もう1度とかになってると思います。夜がもうだいたいマイナス5度ぐらいまで下がるような日の防寒対策、なので本州の方にも同じぐらいの状況あるかなと思います。北海道では結構暖かい日だよね今日はね。そうだね。でまずはちょっと車の中なんですけど、もうこの時期になると車がパンパンになりまして、ちょっとそうだね、そこから見てもらうか。すごいね。ちょっと防寒グッズだけでこんなほぼ防寒グッズじゃない？そうだね。で今日は電源サイトなので電気カーペットとかも持ってきてるので、これを使う時にどういうふうにこう床、作っていくかみたいなのを最初にやります。犬馬家はだいたい冬はお座敷スタイルです。ぬくぬくゴロゴロすることを一番の目的としております。最初グランドシート、このグランドシートはそのテントに合うやつを買う感じだよね。場合によってはちょっと横とかカットしたりして、ゼクエムの時のグランドシートはカットしたんだよね。ブルーシートをね。そうだね。これは DOD のやつ。ここで登場です。これがマジで重要。この10ミリだから1センチの厚さの銀マット。この間これ実は忘れたんだけど、床硬いし底冷えひどいし、大変だったよね。大変だった。これ結構かさばるのがネックだけど、一番重要かも。絶対あった方がいい。これは DCM とかジョイフルみたいなところで買いました。ホームセンターに行けばあると思います。しかもこれ意外と高いんだよね。3000円ぐらいしたっけ？するよね。なんかもっと100均とかだとすごい極薄なやつは売ってるから、もうちょっと安く買えるのかと思ったら意外と高かった。これに今手ついてるだけでさ、ほんのりあったかいんだよね、もうすでに。すごいね。これをうちは2枚敷いてます。で電源サイトの場合はこの上に電気カーペット、これうちのはこれ3畳用かな、山善のやつ、これベストセラーになっててすごい良さそう。なんかめっちゃね、これ折りたたんでコンパクトになるんだよね。この四角いサイズになるんだよね。で薄くて軽くてめちゃくちゃいい。いいよね。なんなら家でも使えるのこれ全然ね。使える。でも家ではもうちょっと分厚いやつ使ってる人が多いかも。これ3畳じゃなくて2畳かもしれない。正方形タイプ。2畳か。この上に絨毯、カーペット、これは3畳用のちょっと長方形のやつ。これどこで買ったっけ？これは楽天で。これね、白とかなんかベージュとか可愛い色いっぱいあって、そうだ、なんかすっごい毛が長くて気持ちいいんだ。で意外と安いんだよね。こういうカーペットって結構高いんだけど安くて、すごい種類も豊富だからめっちゃおすすめ。これ私も本当はクリーム色が良かったんだけど、ケンに私がいつも食べ物とかこうして絶対汚れるから黒にしろって言われて。キャンプのものはさ暗い色じゃない。でもこうベージュとかの方が絶対可愛かったと思うんだけど、仕方ないよそれは。また買い替えなきゃいけないから。この色になりました。この色です。十分可愛いでしょこれ。めっちゃチャコールかな。そう結局だから、チャコールだからちょっといいんだよね。ブラックではないからなんかいいね、おしゃれだ。なんかカチッとしすぎない感じ。これで完成。すごいなんかぴったりだよ。ぴったり。すごい。こんな感じ。かなり簡単。でここが宴会会場で、マットレスを敷く場所をその隣に作ります。電源サイトの場合こんなのを使います。これは Amazon で買ったのかな。屋外用の雨に濡れたり雪が積もったりしても大丈夫な電源コード、延長コードか。耐水用とかで出てくるよね多分。全部その商品のリンクは概要欄に貼ります。これなんかあれだよね、短すぎるとさ届かないじゃん。だから割と長め買った方がいいんだけど、もう長すぎるのも邪魔なんだよね。邪魔だからこれね、何メートルぐらいだったんだろう。ちょっとその概要欄のリンクを見れば分かるようにしておきます。でこうか、分か
かるかな、ここにはまりましたね。こんな感じはい、ではめます。はい、アンペア数書いてんだけど、だいたい1000とか1500ワットぐらいなのかな、電源サイトって、1500ワットってそうそう超えないよね。ドライヤーが多分1000とかじゃん、電気ファンヒーターとか一回切れたことあるよね。ある、うん電気ファンヒーターをちょっとワット数見た方がいいかもね。でも基本的には全然いけます。はい、これね、さっきの外用のコードに、さらにタコ足を持ってきて、こんな感じの、ついた。あー、電気カーペット嬉しいな。全然違うよね。全然違う。よし、ちょっと待ってね。で、これね、こんな感じでつきます。なんか正直一番最初に冬キャンプ挑戦するなら絶対電源サイトが無難だよね。そうだね。うちら本当に大変な目にあったから電源さえあればさ、電気毛布とかさ。そうだね。でちなみにこのアルテンは普段電源サイトだと5、6千円するんだけど、冬季は半額で泊まれるんだよね。だから電源サイトでも3500円とか。だからすごいおすすめ。大丈夫なのかなって感じするよね。結構電源サイトやっぱ高いから、なのに半額。素晴らしい。温泉も入れる。温泉があるっていうのも結構安心だよね、冬はね。そうだね。でこっちのスペースが宴会場で、その隣を寝室にするので、こっちにもキルティングのマットを敷きます。レジャーシートみたいなやつ、これ楽天で半額で手に入れました。本当はこの上にも銀マットとかあった方があったかいよね。もう枠の10センチのやつはウレタンが入ってるから、結構寒い。冬キャンとかでも底冷えがない。そう、この上にそのワックのマットを引くから、私たちはちょっと荷物も多くなるってことで使ってません。かなり分厚いんで。でこのおなじみのワックの10センチマット、なんか本当に底冷えが辛くなってきたら、多分コットを置いて、コットの上にこれを敷くのもありかも。ありだよね。そのやっぱり地面からの冷気が一番寒いよね。寒い。だからコットをハイにして、でそのコットの下に荷物とか置いて、冷気を防いで寝ると全然違う。地味にさ、このスカート部分覆えない冬の始まりが一番寒くない？そうね。冷気が、雪がないから入ってきちゃうんだよね。スカート部分覆えなくて。雪が積もれば、スカート部分に雪をたくさん置いて密閉状態にできるから、寒くない。その分一酸化炭素中毒に気をつけないと密閉されてるから。そうだね。こんな感じでマットを敷いて、このぐらいの気温の時はこれで OK。寝室は寝袋ね、真冬用のにチェンジしました。北海道民の私たちはだいたい10月末ぐらいからもうチェンジした。分厚いやつに1000、ナンガの1000に切り替えました。これもね、もともと冬キャンプ始めるやつってさ、460の寝袋最初買ったんだよね。なんだけど結局寒くて1000を購入した。ケチるとね、良くないかもしれない、冬キャンプは。私たち最初ケチりまくったんだよね。で結局全部買い直したから、10年は使えると思ってケチらないことが大事ということを学びました。これも楽天かなんかで買ったっけ、アマゾンかなんかで。これはね、ヤフーだね。ヤフーか。でも今ね、多分ヤフー以外でも買えるはず。ストーブも火力がちょっと弱めのやつ最初買ってさ、結局高火力のやつ買ったよね。あとは電気毛布ね。これは大きいのを一つ買ったんだけど、一番最初。そうだ。緑のシングルベッドぐらいの結構大きいのを最初買ったんだけど、寝袋ちっちゃいのを1人1個ずつ持って寝袋にインできた方がいいってことに気づいて、これもまた買い直した。なんかこの辺でお座敷でテーブルの上に乗せてこたつスタイルとかやるなら大きい電気毛布でもいいんだけどね。これこんな感じの1人サイズ。これも山善かな。これを寝るときに使ってます。で寝るとき以外も敷いてるよね、足元とかに。寝床はこんな感じで、うちのメイン暖房がコロナストーブ。コロスケ。コロスケ忘れてた名前。コロスケだよ。SL6620 というシリーズです。これは2年前に買ったのかな。で、
これのいいところはライターとかがいらなくて、このボタンで着火できるところ、で高火力なこと、対流式なこと、つけます。これだけでつきます。ここからちょっと火が見えるのもいいよね。で直火可能だから、この上に鍋とかやかんとか置いとけばコーヒーのお湯とかも同時に準備できるし、料理の方もできると。地味に便利だよね。便利、ガスバーナーとかそんなに多く持ってきてないから。そうそうそう。麺類とか特にやるときに麺こっちで茹でて、スープはガスバーナーの方でみたいな。これの他にもうちょっと小さいアルパカストーブを持ってるんだけど、もうちょっと秋の寒さが緩い時はアルパカストーブ使ったり、あとは新保さんの薪ストーブも去年買ったので持ってます。で薪ストーブは設営と撤収にちょっと時間がかかるので、時間に余裕がある、ゆったり火を楽しみたい時に使うと使い分けております。でも最初に始めるなら絶対灯油ストーブの方が楽だよね。そうだね。一応あれだよね、テントの中では灯油ストーブは使っちゃいけないことになってるから、もうこれは完全に自己責任にはなってしまうんだけど、僕たちは一酸化炭素中毒が怖いからセンサーを3つ使って細心の注意を払って使っております。そしてね、換気も 2,3 箇所は開けてるよね。ここほんともう四隅開いてんだよね。横の開けれるところ1箇所開けたりとか、まあ換気しながら、使ってます。じゃあその流れでセンサーも。そうね。はい。これが一酸化炭素センサーね。もう一つあったんだけどね、ちょっと行方不明。お出かけ中。3つ使ってます。今ちょっと2つだけど。これに電池入れると。これちゃんと作動してるかどうかの確認は車のね後ろのマフラーの部分に置いとけば確認できたりするんだよね。前やったね。うまく作動してないやつとか、故障してるやつとかが中にはあるから。これ2つともちなみに中国製のやつで、今ちょっと行方不明でお出かけ中のが日本製のやつで、その日本製のやつが結構高かったんだけど、なんか1個日本製の欲しいねって言って買ったんだよね。1万円ぐらいしたよね。これは3000円ぐらいだよね多分。そうこれも2,000-3,000円だと思う。これをなんかいろんな場所に高さとかもちょっと変えて設置しております。でこれが対流式だから上に上がってくるのよ、熱がね。この辺に熱溜まっちゃうから、ここにファンつけて、こんな感じ。これ全然違うよね。違う。今立ち上がったじゃん。めっちゃ暑いの、でも座ると暑くはない、なんならちょっと寒いぐらいの感じなんだけど、全然違うから風で熱を下げてますね。もう一個あります、ファン。あっち側に可愛いよね。クレイモア。こういうおしゃれなやつもあります。夏扇風機としても使えるからいいよね。これ置けるし上からも吊るせる二刀流系のやつです。しかも電池も結構持つ。こっち結構ねすぐなくなっちゃうんだけど、こいつ結構朝まで持ってくれてる。もう一つファンあんだよね。ファンがねなんかバカにできないんだよね。なんかこんなのあっても変わんのかなって冬キャンプ当初は思ってたんだけど、全然違う。これは2代目なんだよね。1代目も車庫にあるんだけど、それはもう使ってなくて、なんかそれはファンがむき出しなんだよね。なんとなく怖い。なんかそのファンがさ指とかに当たったらちょっと怖いな、怖いなっていうのと、でこれ結構静かなんだよね。ファンが回ると1代目のやつは結構うるさかったよね。ガタ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 。これはすごい静か。これは熱で温まるとその熱の力で回るやつなので電池とかいりません。さっき紹介した上の2つは充電式、なので家で充電して持ってきてます。そんな感じかな。一通り紹介した。これでのちょっと不安だなみたいな時はこれプラスカイロもバカにできないのよ。絶対あった方がいい。この間ふもとっぱらで命拾いしたもんね。そうだね。結構足が冷えるから、その足の回路を靴下につけて、その上からこのルームシューズ、これ可愛いでしょ。これが2年前のクリスマスプレゼントかな、お互いの。これいいよね。めっちゃいいモデルの可愛い。絶対やった方がいい。
カイロを入れた状態でこれを履くと最高です。最強。低温やけどにご注意ください。この間私がカイロを全身に5枚ぐらい貼ってたら、何低温やけど気をつけて大丈夫です、心配してもらいましたでこれかな。それでもまだ不安な場合、まあこれはね、なんか電気毛があるから、まあ大丈夫だと思うんだけど、電源サイトじゃない時とか。あ、そうだね。湯たんぽ寝袋に入れて寝るともうずっと夜通しポッカポカ。カイロよりあったかい。全然あったかい。これ直火 OK なんだよね。だからここに乗せてでもいいし、ガスバーナーでもいいし、あとは汁物を食べるとか蒸気で湿度が上がるだけで体感なんか5度ぐらい違うような気しない？今日もね、もつ鍋なんだけど、常にストーブの上でお湯をクツクツ沸かしておくっていうのもいいと思う。めちゃくちゃいいと思う。そんであれだね、ケン、ここまでが今まで使ってたものなんだけど、今日ちょっと新入りがそうだ、おりまして、今週キャンプの動画で購入したので、今週キャンプの動画を見てくださった方はご存知なんですが、仲間になってからもう3ヶ月目ぐらいにはなってるんだけど、登場してませんでした。2ヶ月か。こいつ岩谷のカセットガスストーブ。意外となんかしっかりしてるね。しかもなんか可愛くない？色味とか可愛い。形もなんか生き物みたい。なんか金額がさ結構安いからさ、もうちょっとなんかチャッチー、チャッチー感じなのかなと思ったらいいじゃん。すごいちゃんとしてる。へえ。これを今日サブストーブとして使ってみようかなと思います。いいね。初使用。今ね、外マイナス2度で、やっぱりアルニカが大きいからか中は10度ぐらいなんだよね。寒いね。今外がマイナス1、中が11度かな。多分このアルニカが広いからちょっとそこまで上がってないかな。あと隙間がやっぱり空いてるから、この後ご飯とか食べたらどんどん上がってくると思います。ちなみにこういう感じの温度計も絶対あった方がなんか次の対策が立てやすいです。旅になるよね、毎回。なんかこれぐらいだと寒く感じるんだなとか、11度でも意外と湿度があれば寒く感じないんだなとか、なんかそういうのでこう心の余裕が生まれる。家のさストーブの設定温度って20度ぐらいだったっけ？じゃあ20度以上ぐらいになったらまあ暖かいって感じするよね。10度は寒いね。私は今厚着してるから全然寒くないんだけどね。俺ちょっと今薄着なんだよね。寒いもん。だからいつもはこれプラスアルパカを使えば20度ぐらいになるから2個使いしてる。いつもというか前回とか。今日はアルパカもあるんだけど、ちょっとこれを使ってみます。これガスだからさ、なんか事故あったじゃん、冬キャンプの時に。ストーブの近くに置いといたのかな。で、熱くなって爆発したみたいな。それ気をつけないと。これつけてみる？これかな。普通にはめて回すだけなのかな。そうだよ、さっき説明書見たけど。そこに書いてる。そこのそこ。2時間ぐらいって書いてたかな、なんかの説明書に。そうなんだ。だから結構ガスは消耗するっぽい。入れました。これ火力調整できるんだ。じゃあつけますよ。お、ついた。すごい、本当に電池とかいらないんだね。すごい。待って、もうめっちゃ私の方に熱来てる。本当だ、あったかい。めっちゃいいじゃん。後ろとかも熱くなるの？今のところ熱くはない。後ろはこれもやっぱり一酸化炭素が発生するから換気気をつけないとダメ。あと結構軽いからコテンってなんか倒しちゃいそうだから、安定する場所に置いといた方がいいかもしれない。そうだね。でもね、なんか安全装置とか多分しっかりしてて、コテンってなったら消えると思うんだけど。待って、めちゃくちゃ高い。本当だ、バカにできないね。バカにできない。これをどれぐらい持つのか、今日は検証したいと思います。こんな感じですかね。いいね。楽しいね。久々にキャンプ今日来たけどいいわ。静かだしね。はい。レイアウトはこんな感じです。いいじゃん。すごい広くていいね。こっち側にもストーブを置いてます。いや、やっぱあったかいよ。素晴らしい。もうすでに2度ぐらい上がってきてるかも。本当？そんな感じで、冬キャンプの設営とレイアウト、防寒グッズの紹介でした。この後岩谷のガスストーブが何時間持ったとか、どれぐらい温度上がったとか、そんなあたりは本編の動画で紹介します。はい。
じゃあもつ鍋食べます今シーズン初めてのもつ鍋だね。めっちゃ楽しみだ。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。良い冬キャンプを。